僕はティラノサウルス、かつて地球を支配した恐竜だ。父さんは法廷系にティラノサウルスはいない。大丈夫。きっとまだ恐竜が生き残ってる惑星があったっていいはずだ。最近なんか青い人型が森に救ってるみたいだが、うかつに厳しい自然界に足を運ぶとどうなるか、教えてやろうではないか。どっしょー、やばいっすよ。あ、大丈夫大丈夫。型。いやいやより硬いんだけど何これ？生物の硬さじゃないぞこれマジでどうなってんだおい。話のわかるティラノでよかったよかった。いや。どういうことだったんすかそれ。パワーアーマーはタイタンに踏み潰されても中のマリーンが戦闘継続できるくらい硬いから、ティラノサウルスに噛まれるくらいなんてことないんやわ。マジかよ。わしはブレードガードベテラン。不詳の弟子がシスターに手を出しおったもんやからペナルティとしてお説教を食らうことになり、汝にとって人生とは。名誉こそ我が人生。そんなんだから裏若き乙女に手を出してしまうんだ。若いうちは決めつけず、様々な経験を積み学ぶように。王子エンペラー。代わりに若きシスターにマリーンを教える任務を与えられている。トリマパワーアーマーについて、過去の経験を語りながら説明していたところである。弟子がまだ人間で幼き頃、森でサバイバル訓練。まあマリーンのわしからすれば休暇やったが、とにかく現地住民が足を踏み込むのさえ拒む死の森にこもっとったんよ。にしても地元にティラノいるんすか。デスワールドとかは恐竜に似た生き物は多いんやで。マジかよすげえ。初めて暗黒銀河に夢を見ました。なんなら恐竜サイズの生き物を刺激してくるやつとか普通におるぞ。初耳。やっぱ宇宙伝とわからないこと多いよ。そもそも今のパワーアーマーが定着されたのはマーク2からやが、これはクルセイド進出の際に発明されたわけやし、ティラノ相手でも戦えるよう設計されてたんかもな。大ティラノを想定して作られる人間って発想なんですか。他にも弟子の地元にはグリフォンもどきもいたんやが。神話生物まで。いや、ただの頭良くて四つ足の鳥やったわ。なんだがっかり。けど森では頂点捕食者だったらしい。何せティラノくらいの大きさで、空から吸収かけて一気に仕留めるもんやから、さっきのティラノさえも捕食対象なんやと。そう、この森ではティラノなんぞ引き立て役。ティラノの顎でも砕けない硬さだがこのグリフォンにかかれば問題ない。高高度まで連れ去り、そのまま地上へ叩きつけてくれるわ。何これ無理、こんなん持って飛べない。話のわかるグリフォンでよかったわい。いやさっきから無言ですがな。空パワーアーマーだけでも100キロ超える上に、マリーン含めや500キロになるかんの。そんなの背負って飛べる生物なんて自然界には普通はおらへんよ。死の森の頂点捕食者が諦めるレベルの鎧。どんな惑星の生き物でも手を出せないでしょそれ。まあそんな考えて設計されたんやろう。何せ現地の頂点捕食者をアーマーだけで解決できるくらいやねんしの。恐ろしいアーマーやで。にしても100キロ超えはちょっと考えられないですね。私たちのアーマーも硬いけど、100キロなんてありえないよ。そら素材からして根本的にちゃうからのう。と言いますと？帝国の硬い素材といえばセラマイトとアダマンティウムってのはわかるかい？どっちも硬い。せやの、この違いは？わかりやすいのは重さやの。セラマイトは比較的軽く、アダマンティウムは重い。ほんでバトルシスターのアーマーはほとんどセラマイト製やったはずや。そうですそうです。中世惑星とかで見られるフルプレートネイルかて、厚さ1センチメートルで君らくらい全身に着込むと100キロを超える。普通のプレートネイルでもそんな？せやから鉄製の鎧の厚さなんざ1ミリから5ミリ、1センチの厚さなんざありえへん。だけど私たちの鎧はミニチュアでもわかるくらい分厚いですよね。せや、だからバトルシスターみたいに全身ゴテゴテの鎧を着用できるのは、セラマイトの軽さあってこそや。セラマイトさんありがとうございます。また感謝する理由ができました。皇帝陛下には世話になりっぱなしですわ。ちなみに古代の地球ではセラミックと呼ばれる、金属ではない、無機質で、熱に強くて硬い材料があったらしい。セラマイトの特徴と一致してませんか？わしもそな思う。確証はあらんけど、どこかの時代でセラミックがセラマイトへ改良されたんかもな。なんせセラミックは昔の戦車や歩兵の急所を守る鎧にもなってたらしいかんの。じゃあミリタリムの防具も？深海戦術ハルミリタリムの歩兵すべてにセラマイトはさすがにもったいなすぎるが、テンペストサイオンのような特殊部隊や、一部の将校のアーマーには使われたりしてるみたいやの。なるほど。一方アダマンティウムは金属じゃ、だから重くて硬くて鋼のような素材やの。一般的な鋼とは違うのですか？全然違うよてい。鉄を少し強くしたもんどころやなく、鉄や鋼が時代遅れに見えるレベルの別格素材じゃ。そんなにも？例えば鉄クラスなら、4万年兵器やと容易に変形や貫通ができてしまう一方で、アダマンティウムは先進兵器のほとんどに耐えてしまう最も硬いと言われる鋼材や。まさしく未来最強の鉄ですな。せや、こいつの存在によって鉄は機械の部品になり下がり、装甲はセラマイトとアダマンティウムの組み合わせが最高高度となっとんのう。帝国の装甲技術ってやっぱすごいですね。ただし重さも鉄以上で、超人兵士や戦車でもないとまとうのは不可能や。そんなクソ重いの背負って戦うマリーンはやっぱやばいですね。いや、さすがにマリーンでもかなりきつい。というか実戦で動くのは不可能よてい。いやいや普通に来てますよね。超人兵士だから力持ちなんでしょう。100キロくらい余裕。これも森の中で襲われた時の話になるんやが。
我が名はエンドタイム3を、暗黒銀河に終わりを告げる3音後。何この急展開。森の頂点たちを撃退した戦士がいると聞いてやってきたが。なるほど、とても硬い鎧を全身にまとっているんごな。それほどの鎧、重量も相当だろう。バカな、どうして素手でダメージを与えられる。ビーストマンは人間よりはるかに筋肉量、骨格、頸部や肩周りの厚みが大きく、耐久力も高いため、人間の素手のパンチで戦闘に影響するようなダメージを与えるのは現実的ではない。むしろ拳の骨や手首を痛める可能性の方がかなり高いはずだ。ビーストマンの解説ありがとうございます。まさか。その鎧には筋肉が内蔵されているのか。流れるように解説してくれる。そう、エンドタイム3後の分析通り、パワーアーマーには人工筋肉があり、着用者以上のパワーを引き出せる。パワーアップ機能まであるんですか。前回聞いたであろう、手術で埋め込まれるブラックからベースと連動することで、使用者の動きが完全にトレースされ、アーマーと登場者の動きに遅延なく動ける。これによって、パワーだけでなく、鎧をまとうデメリットは一切ないんじゃ。それってつまり、ただの鎧じゃなくて、キレが強くなると。ああ、超人性×パワーアップアーマー。それがスペースマリーニや。こんなのフィジカルで絶対に叶わないんを。ならば食らうがいい、このポイズングレネード。単語がポイズンウェポンを使わないと油断して単語ね。どうしてノーダメージんごか。まさか、そのヘルメットはガスを遮断できるんごか。この3語いい驚き役ですね。ほんまな、こやつの言う通り毒ガスどころか真空状態でもアーマーが補助してくれる。確か肉体改造の時点で、真空状態でも耐性あるよう手術されてませんでしたか。ああ、毒ガスや悪環境でもある程度耐えれるようになっとるが、それらは緊急時であって、パワーアーマーさえあれば改造以上の性能で身を守ってくれるんや。超人兵士に加えて走行、機動、生命維持が付与されるなんて、なんというパワーアーマーなんを。うちらのセリフ取るなよ3語。こうなったら一時離脱んを、貴様が寝てる時やトイレに行く時、気を狙って襲ってやる。確かマリーンって。睡眠がほぼなしで2週間活動できるし、熟睡しなくても回復できる。じゃあトイレはアーマーに排泄物回収機能あるさかい、いちいち排泄に時間使わんでええ。パワーアーマーそんな機能まであるの。すごい、それなら女の子の必要慎みなさい。とはいえこの機能、限界あるんや。そんななったら鎧を外して色々せなあかん。じゃあその時は丸裸だから仕留められる。着脱は専門のサービターとかマリーンがおらんと手順わからんかんの。地に帰るまでは脱ぐことないやろうな。どんまい3語。かくなる上はお前さん、サイカーやったんか。この力だけは使いたくなかった。邪教どもの儀式と改造によって得てしまった暗黒の力だけは。群れるはずのビーストマンが一匹なんはおかしいと思ったが。おぞましい根本の被害者やったわけか。そうだ、この姿では人里で生きることもできん。この森で過ごしたところでいずれはお前のようなのが来る。ならばこの力を使い、この世界にエンドタイムを施してやろうではないか。とりあえずストームシールド返せ。盾持ったところで叶わんってわかっとるやろ。勘違いするな。私は寿命を時定に時間を一気できる。すぐ戻ってくるぞ。このテクノロジーを調べ上げ、より力をつけ、この世界の貴様を下してやろう。やめとけ、お前さんは世界を同行できる器やない。黙れ、貴様に何がわかる。邪教に誘拐され改造され、守ると誓った恋人さえも失ってしまった私にはこの世界を変える権利があるんだ。こんならその力でさっさと恋人とやらに会いに行きや。余計な責任背負わず自分の人生のためにその力を使い合い。私はすぐに戻る、と言っていた頃にはすぐに最強の敵として現れるだろう。また会おう。師匠、すぐにまた現れます。どうすれば。落ち着け、ジタバタしてもしゃあない。ですが。師匠で、うまくいったんか？実は、君に言われたように、自分の人生のために使うのも、悪くないと思ったんだ。そんで、よかったんか？素晴らしかった。そりゃよかった。ありがとう。この世界を変えよういう熱意ある奴がおらんなるのは、少し寂しい気もするがな。ああ、それで思い出した。これで彼女を救えた。君に託す。借り物みたい。ダメーっ
絶対ダメですこれ。退落以上の危険ですってば。そうかな。このチャンネルそのものがエンドタイム突入しますって。大丈夫と思うけどな。マジで世界終わるからやめましょうよほんと。この後平和な世界で彼女とジャズ流しながら幸せに生きる産後のシーンとか。パワーアーマーの解説戻りましょう。それもそうやな。取り回しが言いたかったんはな。圧倒的な力があれば棒立ちでも制圧できるってことや。森の中におった捕食者や産後相手にわしはほとんど手を出さずして撃退したわけやが、それは相手も話がわかる程度の知能があったってことや。人間は力や大義名分あれば凶暴になりやすいが、相手によっちゃ無抵抗の方が効果ある時もある。修道会みたいな狂信世界やとそうなりやすいからな。パワーアーマー一つからでもそういうところを学んで欲しかったんや。この流れでそれ言うの？ほなそろそろ交代の時間やから、わしは戻るんで、おのおの復習しとくように。お疲れ。随分話持ってなかったか。まあな、でも思い出話以外は全部真実や、パワーアーマーも当然な。授業は面白くないとあかん。我慢して覚えよう思ったら嫌になる。過去の過酷な経験の方がどうしても多いさかいな。真実は教えられんようらしくないじゃないか。まあ、弟子の件もあるからの、若い者への教え方も反省せなあかん思うてな。やはり、他人との交流は学ぶことが多いな。ああ、スペースマリーンは戦ってばっかでどんどん人間性失う連中が多いもんや。こういう機会は大事にしていかんとな。教会官は若い者の強制しとるからの、次は副長に任せるで。ああ、俺はこういうの得意じゃないが、貴重な機会だからな。待たせたな。マリーンについて他に何が聞きたい？恐竜って本当にいるんですか？グリフォンってどれくらい強いんですか？エンドタイム産後ってどうやって発生するんですか？楽しいはともかく、余儀はダメだな。